メタ2370億円超の賠償命令。アメリカがイランに秘密の和平案を送付。オープン AI が空を突然終了。今日の世界はとんでもなく動いているのだ。まあどうせ海外の話でしょって思ってる人、それ半分間違いなのだ。今日の5本全部日本人の僕たちに直結する話なのだ。先輩、今日もすごい量ですね。でも正直、メタの裁判って日本にも関係あるんですか？私もインスタグラム使ってるんですけど。めちゃくちゃ関係あるのだ。今日は5本まとめてお届けするのだ。メタ子供安全裁判。米国イラン和平交渉の舞台裏。オープン AI からの電撃終了。ベネズエラ石油問題。そして AI でソフト株が急落したニュース。どれも、なぜそうなったか、まで掘り下げるのだ。まず1本目、CNBC と SCMP が同時に報じたのだが、アメリカ、ニューメキシコ州の陪審員がメタに3億7500万ドル、日本円で約540億円の賠償を命じたのだ。これ、子供の性的搾取とメンタルヘルス被害に関する裁判なのだ。7週間にわたる審理の末、陪審はメタがインスタグラムやフェイスブックで子供に有害なコンテンツが届くと分かっていながら、それを隠蔽して利益を優先したと判断したのだ。540億円って桁違いですね。でも先輩、メタはそれを認めてるんですか？それとも争ってるんですか？メタは CNBC の報道によると、判決に不服、控訴する、と即座に表明したのだ。興味深いのはここからで、CNBC が明かした内部告発の内容がすごいのだ。メタの社員がザッカーバーグ CEO に2019年に警告を上げていたのに、会社はそれを握りつぶして、我々は安全に取り組んでいる、と公言し続けたとされているのだ。つまり、知っていてやったということなのだ。日本に住む僕たちへの影響を考えてみるのだ。日本でもインスタグラムとフェイスブックは何千万人も使っているのだ。今後この判決が前例になれば、日本でも同様の集団訴訟が起きる可能性があるのだ。さらに、メタがアプリにマイナー向け年齢確認機能を義務付けられた場合、日本のユーザーもマイナンバーや身分証の提出を求められるシナリオが現実味を帯びてくるのだ。お子さんのいる家庭は特に注目してほしいのだ。正直、聞いてて怖くなってきました。メタって安全対策してますって言い続けてたのに、内部では知ってたって、こういう企業に対してユーザーは何もできないんですか？私は先輩と違って、もう使うのやめようかなって思い始めました。その感覚は大事なのだ。この裁判の第2フェーズは5月4日に始まって、今度は判事がメタに公共プログラムの資金提供を命じるかどうかを審理するのだ。ニューメキシコ州の弁護士は最大20億ドルを要求していたのだから、540億円はまだ、訴訟、見過ぎない可能性があるのだ。続いて2本目のニュースなのだ。これはニューヨークタイムズが報じた話で、アメリカがイランに15項目の和平案をパキスタン経由で秘密裏に送付したというのだ。内容の詳細は非公開だけど、これはトランプ政権がイランとの戦争の出口を本気で探り始めたことを意味しているのだ。でも先輩、それってアメリカが折れたってことじゃないですか？ずっと強い立場を演じてたのに、なぜ今このタイミングなんでしょう？鋭い質問なのだ。NYT によると、トランプ政権が和平を急ぐ理由はズバリ、経済的打撃だというのだ。イランとの戦闘が長引くほど原油価格が不安定になり、アメリカ国内のインフレを悪化させるのだ。強い大統領を演じながら、裏では経済コストに悲鳴を上げているわけなのだ。これは選挙を意識したトランプ政権の本音が透けて見えるのだ。日本への影響を数字で言うのだ。原油価格が5ドル上がるごとに、日本のガソリン代は1リットルあたり約4円上昇するのだ。月50リットル給油する人なら月200円。年間2400円の増加になるのだ。イランの緊張が高まれば10ドル以上動くこともある。そうなれば年間も1000円近い負担増になるのだ。イランの動向は日本の家計に直結しているのだ。先輩、ちょっと待ってください。イランとの話し合いって、かつてのキューバ危機みたいに、核戦争ギリギリから交渉に転じた感じと似てませんか？歴史が繰り返してる気がして、なんか背筋が寒くなります。その直感は鋭いのだ。大国が戦争コストに耐えられなくなって交渉に転じるパターンは歴史上何度もあるのだ。キューバ危機もそうだし、ベトナム戦争撤退もそうなのだ。問題はイランが15項目の提案をどう受け取るかなのだ。これが成功すれば原油価格は一気に落ち着く可能性があるのだ。3本目に行くのだ。CNBC が報じたオープン AI の話だが、これは驚いた。去年9月に大ヒットした AI 動画生成アプリ、空。わずか半年でサービス終了になったのだ。空はリリース5日以内に100万ダウンロードを達成して、Apple のアプリストアで1位を獲得したのだ。それがなぜ半年で終わったのかというのだ。
100万ダウンロードで1位なのに終了って、どう考えてもおかしくないですか？ユーザーが離れたから閉めたんですか？それとも全然別の理由があるんですか？そう、ここが確信なのだ。オープン AI が今直面している巨大な矛盾についてこの後詳しく解説するのだ。さらに AI の脅威でソフトウェア株が急落した話もつながってくるのだ。つながりが見えてきたら、世界のテック業界が今どこへ向かっているかがわかるはずなのだ。ここまでのおさらいをするのだ。メタはニューメキシコで子供安全裁判に負けて540億円超の賠償命令、そしてトランプ政権がイランに秘密の和平案を送った。どちらも強い立場を演じながら裏では本音が漏れているのだ。さて、オープン AI の巨大な矛盾に戻るのだ。CNBC によると、オープン AI が空を終了した本当の理由はコスト削減なのだ。オープン AI は今、時価総額7300億ドル、日本円で約105兆円という巨大バリュエーションを正当化するために IPO を目指しているのだ。動画生成は計算コストが莫大で、ユーザーが使えば使うほど赤字が膨らむ構造なのだ。言い換えれば、人気があっても儲からなければ切る、ということなのだ。先輩、でも人気アプリを切るってユーザーへの裏切りじゃないですか？オープン AI って AI の民主化とか言ってたのに、結局は投資家向けに動いてるってことですよね。正直、オープン AI への信頼がちょっと揺らいできました。僕もその意見には共感するのだ。ただ、これはオープン AI だけの問題じゃなくて、AI 企業全体の構造的な課題なのだ。AI は使えば使うほど電気代とサーバー代がかかる、逆スケールのビジネスという側面があるのだ。これはちょうど飲み放題を設定したら客が飲みすぎて赤字になるバーみたいな状況なのだ。無制限に提供すればするほど会社が溶けていくのだ。4本目はベネズエラの話なのだ。CNBC によると、トランプ政権が失脚させたマドゥロ前大統領の後、アメリカ企業にベネズエラへの石油投資を求めているのだ。ベネズエラは世界最大級の原油埋蔵量を持っているのだ。しかしこのコフィリックスやエクソンモービルは、政治改革なしには戻らない、と明言しているのだ。先輩、このコフィリックスが120億ドルを取り戻すまで投資しないって言ってるのは、2007年にチャベス政権に資産を取り上げられた件ですよね。それって先週のメタの話と同じで、過去の損失が今の判断を縛ってるってことじゃないですか？まさにその通りなのだ。2007年にチャベス大統領が石油会社を国有化して、この子は約1兆7000億円分の資産を失ったのだ。また同じことをされたらという恐怖は当然なのだ。CNBC のこの子 CEO の言葉が本質をついているのだ。ベネズエラ側だけでなく、アメリカ政府側の政策継続性も保証が必要だ、と言っているのだ。次の政権が来たら方針が180度変わるかもしれない、という懸念なのだ。これが日本に与える影響を考えるのだ。ベネズエラの石油が市場に戻ってくれば原油価格は下がるのだ。逆に投資が進まなければ、中東依存が続いて原油価格は高止まりするのだ。先ほどのイランの話と合わせると、原油価格をめぐる地政学リスクが日本の生活コストを直撃するという構造がよく見えるのだ。最後5本目はマーケットウォッチの報告なのだ。アンソロピックが AI エージェント、クロードの新バージョンを公開したことでソフトウェア株が急落したというのだ。AI が自動でコードを書いたり作業を完了させるなら、従来のソフトウェアはいらなくなるんじゃという恐怖が投資家の間に広がったのだ。先輩、これってオープン AI が空を閉じた話と繋がってませんか？つまり AI 企業同士が激しくぶつかって、その余波でソフトウェア業界全体が揺れてるってことですよね。完璧に繋がっているのだ。これは AI 産業破壊の第2波とも言えるのだ。第1波は AI が画像、文章を自動生成してクリエイター業界を揺るがした。今来ている第2波は AI エージェントが人間の代わりに PC を操作してタスクを完了させる段階なのだ。ソフトウェア会社の仕事そのものが AI に食われ始めているのだ。日本への影響を考えてみるのだ。日本の IT 産業に従事する労働者は100万人以上いるのだ。もし今後 AI エージェントが企業の基幹システム管理まで担い始めたら、SER、つまりシステム開発会社の需要が急減する可能性があるのだ。これは他人事じゃないのだ。日本の IT 業界の未来が今日のアメリカの AI 競争で決まりつつあるのだ。最初に今日の5本は全部日本人に直結すると言ったのだ。その理由が分かったと思うのだ。メタの SNS 問題は日本の子供たちにも関係し、イランとベネズエラの情勢は日本のガソリン代に直結し、オープン AI とアンソロピックの AI 競争は日本の IT 業界の未来を揺るがしているのだ。これ全部今日一日に起きた話なのだ。
今日の5本を振り返るのだ。メタ子ども安全裁判で540億円超の賠償命令。第2フェーズでさらに膨らむ可能性あり。米国概覧に15項目の和平案を送付。原油価格の行方は今後数週間で大きく動くかもしれないのだ。オープン AI が空を閉鎖して IPO 向けコスト削減を優先。ベネズエラ石油投資は政治改革待ちで難航。そしてアンソロピックの AI エージェントがソフトウェア株を急落させたのだ。僕が今日一番気になっているのは、実は AI エージェントの話なのだ。AI は道具という時代が終わって、AI が人間の代わりに仕事をする時代が本格的に始まっている。この流れは止まらないと思うのだ。だからこそ、今日5分かけてこれを見たあなたが、次の5年で自分はどうする？を考える価値があると思うのだ。これが今日のニュースが問いかけていることなのだ。先輩、私ずっと聞きながら考えていたんですけど、今日の5本の中で、あなたが最も影響を受けると思うニュースはどれ？って聞いてみたいです。私は正直、AI 産業破壊の話が一番怖かったです。みんなはどうなんでしょう？コメントで番号を教えてほしいのだ。1番メタ、2番イラン、3番オープン AI、4番ベネズエラ、5番 AI エージェント。どれが一番気になるかコメントしてほしいのだ。1ヶ月後に葉の予想は当たったか、答え合わせ動画もやる予定なのだ。チャンネル登録と通知をオンにしておけば見逃さずに済むのだ。毎日世界のニュースを深掘りしているから、また明日も会おうのだ。